こんにちは。阪急道場弓矢山です。今日は青梅市にある御岳山に行こうと思います。久々の車でドライブ御岳山についてちょっと紹介です。御岳山は青梅市にある標高900メートルぐらいの山です。気軽にハイキングができる山としてとても人気があるそうです。御岳山行かれたことありますか？高尾山には何度も行ったことがあるんですが、今回御岳山は初めてです。楽しみ。今日はレンタカーを借りて御岳山まで行こうと思います。今ここは家を出てから首都高を走ってます。だいたい都心から車で行っても2時間弱で行けるみたいです。なので日帰りでハイキングするといったらすごい絶好の場所みたいですね。御岳山の武蔵御岳神社というところを目指して今から行こうと思っているんですが、ここは1400年ぐらいの歴史がある神社みたいです。ちょっとネットで見たんですが、すごく綺麗なところだったので楽しみです。で、御岳山は宿坊といって山の上に宿がいっぱいあるみたいなんですね。宿泊できて日本ながらの食事とか日本ながらの場所に泊まれるというのもあって、すごい魅力的な場所だなと思いました。一泊泊まるんだったらハイキングコースが長いのがあるので、そこも歩いてみたいなと思ったんですが、今日はねちょっと日帰りということで御岳山の神社まで目指していこうと思います。ケーブルカーとリフトを乗り継いで行くこともできるので、簡単な装備でも行けるみたいです。私も今日はトレッキングシューズは履いてきたんですが、比較的軽装で来ました。で、御岳山はただの登山スポットではなく、心を整えるパワースポットとしての意味合いもあるみたいで、自然に包まれながら心を浄化するという感じで、今日は心を浄化しに行きたいと思います。最近私の動画で紹介したものですとか、最近行った場所とか食べたものとかでちょっと良かったものを紹介したいなと思います。実用的だなと思ったもの、まずは今撮っているこのオスモポケット3の延長ポール三脚延長ロッドっていうんですかね。Amazon で延長ポールを買いまして、それが本当に実用的で良かったです。で、次買って良かった実用的なもの、Apple Watch バンド今日はちょっとね金属製のものをつけてきたんですが、ハイキングするんでもうちょっとスポーティーなものをつけてくればよかったなと思ったんですが、今Apple Watch バンド私3つ持ってて、この金属製のタイプとゴムのタイプとマジックテープのやつがあるんですが、これは何種類も買ってよかったです。続いて実用的で良かったもの、 iPhone につけるマグネット式デスクホルダー、これね本当に買ってよかったです。で、今使ってるのはただのリングタイプなんですけど、ちゃんと立てかけることができるもうちょっと長いものがあるんですが、マグネットがもう1個ついてるやつ、これがね買って本当に良かったです。このポケット3で撮った動画を iPhone に入れるときに iPhone とかこのポケット3がすっごく
熱くなるんですねで熱くなるとデータが移すのが大変なので、いつも扇風機をかけてこう冷やしながらやるんですが、このねマグセーフ対応のこのねリングがあると、こう立てかけながら扇風機で冷やしながらできるので、これは本当にあってよかったなと思いました。動画を撮影したりすると、その延長ポールだったりとかリングとか、こういうのを揃えた方がいいなってつくづく思いました。こんな感じですかね。最近買ってよかったもの、皆さんはどんなものがありますかね。ぜひコメントで教えてください。撮影とかしてるとね、こういうのあったら便利ですよとかね、そういうのもね、もしあったら教えてください。参考にします。今1時間弱ぐらい走ってきました。今調布あたりです。私久々の車でなんかちょっと酔った感じあります。酔いましたよく YouTuber さんが車の中で撮影してたり、車の中で移動中に談笑してたりするシーンって結構見かけるんですが、あれって結構大変だなって思っちゃいました。で、次のパーキングまでもあと10キロちょっとであるそうなので、ちょっとね次のパーキングで休憩したいなと思います。はい、石川のパーキングエリアに来ました。すっごいトイレがたくさんあって綺麗でしたで、あとはなんかね、そうだな、ドトールがあったりとか、自動販売機が充実してたりとかね、なんか面白いですね、パーキングエリアって。石川パーキングエリアで少し休憩します。売店を回り、ソフトクリームを食べました。すごい美味しそう。徳川家愛飲の抹茶、抹茶ミックス。美味しい。サービスエリアで食べるソフトクリームって美味しい。休憩もつかの間、車に戻り進んでいきます。今日の出の出口かな、日の出福生出口。はい、今から降ります。結構高速乗ったね。中央道とか圏央道とかけど、最初はちょっと混んでたけどスムーズに来れました。この日の出インターを出てから20キロぐらい進んだら到着なので、あとちょっと、あと3、40分ぐらいかな、ね。ドライブといったらお菓子お菓子、さっきドン・キホーテで買ってきました。まず買ったのはじゃがりこ、チーズ味とじゃがバター、定番。美味しいよね。ドリトスナチョチーズ、手元にあるだけで匂いがするね。ハリボーのこの酸っぱいサワーコーラ、ゴールドベアね、定番。酸っぱいものが食べたいなと思って、このね酸っぱいレモン味のラムネ買ってきました。何食べようかな。サワーハッピーコーラ。この酸っぱいパウダーが美味しいんですよ。これ美味しい。ペプシービッグコーラ。ちょっとコーラ飲んですっきりだね。お菓子やジュースを飲みながらのんびり進んでいきます。キンキンに冷えてやがる。到着しました。御嶽山に到着です。
なんか緑を感じる場所ですね。すごいセミの鳴き声とか、なんかもうすべてがでかい。はい、でこの滝本駅のケーブルカーの下に着きました、ね、でケーブルカーの時間になったら上がっていきたいと思います。頑張るぞ頑張るぞ。ケーブルカーの切符を購入。1時間に2本程度の運行です。ケーブルカーに並ぶ列は50名ほどいました。夏休みで繁忙期かなと思いましたが、そこまでストレスなく乗車できました。スタートしました。出発何分ぐらいなんだろうこれ。お待ちのさまでした。三宅線機発車いたします。なんかもうケーブルカーなんて久しぶりねえ。どれぐらい登るんだろうね。うわ、案外静か。おー、すごい。誠にありがとうございます。うわー、事故防止のためやむを得ず急停車する場合がありますので、高い。手すりなどにおつかまりください。すごいね。なんか目の前が山しか見えない。皆様ご乗車になりました。すごい急勾配。これ何度ぐらいあるんだろう。これから参ります御嶽山駅の標高831メートル、上下の駅の高低差424メートル、平均勾配は関東一の22度、22度。勾配25度の斜面を時速 11.5km の速さで走行し、およそ6分で御嶽山駅に到着いたします。案外長いね。なんか感覚的には45度ぐらいに登ってるかなって気はするけど、さっき言ってたように22度ぐらい。もう関東最大勾配って言ってたからすごいんだろうね。今日7月の末ですが、この中歩いて登ったら結構脱水症状になりそう。きついなっていう感じだけど、ケーブルカー楽ですね。景色を見ながら登れるなんて最高ですね。杉の木とかヒノキの木がねたくさん植えてありますけど、結構間伐もされてて手入れされてるなっていう感じ、ね、御嶽山も一大観光施設ですね。けどこういうところの間伐するのすごい大変ですね。お客様ご乗車のお仕事、まもなく下ってまいります御嶽大とのすれ違い交換、標高625メートル地点でまもなくすれ違い交換を行います。これぐらいでもまだ600メートルぐらいなんだ標高。ちょっとね耳がツーンとしてきます。気圧がね下がってくるので耳がねツーンと気圧が上がってくるの。嘘。あー、すれ違ったバイバイ。登っております。さらに200メートルほど登ってまいります。すごいね。あっという間に登っちゃうんだね。まもなく渡ります通量は中野茶橋と申します。一昔前この付近に茶店があったことからこの名前が付けられたと言われております。橋梁の下は参道が横道でございます。ケーブルカー滝本駅から武蔵御嶽神社まで続く道でございます。滝本駅から徒歩1時間30分ほどで登れる道となっております。1時間30分で登れるね、ハイキングコース、山道あるみたいですけどね、次はちゃんとした装備でちょっとね挑戦してみたいですけどね。歩いて登れる道もありますけど、結構コンクリートで舗装されてるので歩きやすそうです。でこの御嶽山はムササビも飛んでるそうですよ。ムササビね、ムササビに会えるかな。ごゆっくりとお楽しみください。We are now approaching Mount Mitake Station. Please ensure that you have all of your belongings. ちょっとだけ
訪日外国人の旅行者の方もいらっしゃいましたね。ありがとうございました。まもなく美滝再建到着いたします。ケーブルカー工場上原則6分間あっという間でしたね。お気をつけください。車内にお忘れ物、落とし物ございませんようご注意ください。武蔵御嶽神社までは片道30分ほどで回られます。後部カルトロントにもその足元に御嶽ご注意ください。神社までは30分ぐらいでお出口は進行と左側となります。ドアが開く際、指と巻き込まないよう十分お気をつけください。行きの改札口は乗車券、パスマシーがぎっしり必要ございます。そのまま改札をお通りください。本日は御嶽山ケーブルカーご利用ありがとうございます。完全止まるまでお待ちください。到着。あっという間の6分間でした。ケーブルカーで着きました。上に登ってくると全然暑さが違って、ここは涼しい。今日はやってないんですが、ここからリフト乗るみたいですね。リフト乗ったら大空を飛ぶようなブランコもあるみたいです。今日はちょっとお休み、残念。土日しかやってないみたいですね。お土産屋さんとかね、ちょっとお食事が食べられる場所もあったりしますね。いやー、しかし下暑かったけど、登ってくると何度か気温が下がったような感じがします。いやー、すごい景色が一望できるけど、ちょっともやがかかったような感じになってるかな。ここが800メートルぐらいってさっきねアナウンスで言ってましたけど、それでもなんかすごい高いなっていう感じしますね。いやー、綺麗。スカイツリーも肉眼で見えるって言ってましたけど、ちょっと夏は難しいかな。けどそれぐらい見えるみたいですね。すごい、もう一望できるんじゃないですかね。秋口、冬頃だったらよく見えるんかな。はい、登ってきます。切れちゃったかな。切れちゃったね。登ってきます。すごい日差しが強いね。夏って感じ。じゃあサングラスつけようか。サングラスはした方がいいね。なんか穏やかな道なので、登山というよりかはハイキングみたいな感じですね。ケーブルカーを降りて武蔵御嶽神社までの道のりを歩きます。御嶽山の山頂、標高929メートルにあるこの神社は多くの神様を祀っているそうです。お犬様という狐を祀っていることもあり、ワンちゃんを連れてお参りする方もいらっしゃいました。さっきケーブルカー乗る時もワンちゃん用の料金もあって、ここにワンちゃん連れてくる方も結構いらっしゃるみたいですね。この宿坊すごくないですか？雰囲気あるお寺みたい。宿坊がここに20軒ぐらいはあるんかな、2、30軒ぐらい宿坊があるみたいで、すごい雰囲気ありますよね。三つ星ホテルってなってました。ここも宿坊みたいなんですけど、かやぶき屋根です。おしゃれ、雰囲気ありますよね。すごい。これらの宿坊は武蔵御嶽神社の参拝客のために江戸時代から開かれており、山そのものが神の住居とされる場所です。ちなみに宿坊の男性は16歳になると修行をし、武蔵御嶽神社の神主になることが多いそうです。多くの宿坊には武蔵御嶽神社と同じ神様が祀られているそうです。宿坊研究会によると、
現在26件の宿坊があるという情報があります。ユリが咲いてたりね、竹もね青々しかったり、ウグイスが鳴いてたりして、なんかちょっと季節感がちょっとね春っぽいような感じがする。でここも宿坊なんかのすごい立派な、わかんないけどお宅、すごくない？雰囲気あるよね。無人の木材屋さん、丸太のスライスとか売ってるんですけど、結構可愛くないですか？すごいなんかコースターとかに使えそうな。で代金はこちらへ。鳥の巣。ね、お土産屋さんとかもあるんだね。すごいね。ね、はい、御嶽神社着きました。よか。武蔵御嶽神社の上手番に到着。ここから本殿まで約330段の石段があります。そんなに長いとは知らず、上に登る際には体力が必要です。また階段の途中には3匹の天の邪鬼が隠れています。これらの天の邪鬼は踏むことで邪気を払うことができると信じられているそうです。御嶽神社に到着しました。すごい景色が綺麗です。標高929メートルからの眺めは絶景です。ケーブルカーを登る前より気温が3度ぐらいは下がったように感じます。風が吹くと爽やかで心地いいです。緑に囲まれながら心が洗われるようでした。それでは来た道を下っていきます。今はちょうど正午なので、帰り道にお昼ご飯を食べようかといったところです。コマ撮り売店で昼食です。威勢のいいお母さんが笑顔で迎えてくれますよ。地元のお土産品と素晴らしい眺望のお食事どころ。お冷やは山の湧き水とのことで美味しいです。山の水をいただきました。あ、美味しい。梅山ごぼうをいただきました。美味しそう。美味しい。景色がいいところでお蕎麦食べられるなんてちょっと幸せ。贅沢だね。はい、いただきます。美味しそう。私ね、天ぷらそばにしたんですが美味しそう。あ、なんかそばもなんかすごい細麺で本格的。美味しそうだよ。美味しい。なんか車の移動とちょっとしたハイキングでなんかあんまり食欲ないなとは思ってたんですけど、いざこういうそばを目の前にするとなんかお腹空いていっぱい食べられちゃうっていう感じ。美味しい。ざるそば。コシがあって美味しい。すごいんだこのカツ丼。見て。でしかも見てこれカツ分厚い。がっつり。これぐらい食べられちゃいそう。お待たせいたしました。
ね、おすすめしたいよね。穴場じゃない？すごい穴場な場所。穴場な場所？うん。けどね、カツ丼が美味しかった。ね、食事中ではありますが、お母さんがアブをハエたたきで退治してくれました。これにはびっくりでしたが、登山の醍醐味でもありました。やったぞ。おやった。あ、いた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 。おお、すごい。ごめんね。表が開いてるでしょ。ね、入ってきちゃいますよね。閉めちゃってるから。そうだそうだ。彼らにとっては話が違うじゃん。そうだそうだ。抜けらんねえとか言って怒ってんじゃないかな。本当だ本当だ。美味しかったね。ね、すごい美味しかった。コマ撮り売店は和気あいあいとしたお食事処でした。オウムがいたり、猫ちゃんもいましたよ。はい、帰りは歩いて滝本駅まで下山していきます。じゃあこのまま下山です。下山も道が舗装されているので比較的歩きやすいね。あとこの虫の声、日暮らしの声っていうのかなね。なんかちょっと秋っぽくなった感じだけどね。じゃあこのまま駅まで、滝本駅までね、歩いていきましょう。けど結構急勾配だね。ね、すごい。この杉の木が太い。すごいね、この杉の木。こんな傾斜面で立ってるなんて、なんか神秘的。ドーンっていうね、すごいよね。下山の途中にケーブルカーが降りてきました。バイバイ。すごい、木の切り株の中に入れる。お、すごい。なんか上もちょっと開いてるね。すごい。樹齢何年ぐらいの木なんだろうね。すごいね。はい、ということで竹本駅まで歩いて下山してきました。ちょうどケーブルカーも発車しましたね。2キロちょっとの下山道だったんですけど、思ったより膝にきました。膝もガクガク。トレッキングシューズで来てよかったです。ということで今日は御嶽山の登山を満喫してきました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。またぜひ次の動画もご覧ください。さようなら。イエイ。カルピス、これ凍らせていいやつなんですけど、こういうの凍らせとくとシャーベット状になった時が美味しいよね。うん、うまっ。じゃあ最後はちょっとね、ダブル肉厚ビーフでっていう感じでね。はい、サムライマック美味しそう。香りがすごいよね。うまっ。